皆さん、上海の移動ってついつい地下鉄ばかり使っていませんか？確かに早くて便利ですよね。でも実はそれ、上海の本当の美しさを半分以上見落としていますよ。でも安心してください。上海出身、日本在住の僕が毎年帰るたびに必ず乗る秘密の特等席があるんです。それがなんと100年以上の歴史を持つ伝説のルートに重路バス。わずか数元で上海の超一等地を巡る最高の観光ツアーが始まります。ほら、地下鉄では絶対に見られない窓の外に広がる新旧上海のグラデーション。この動画を最後まで見れば、あなたの次の上海旅が10倍ロマンチックに変わりますよ。さて、早速出発しましょう。まずはこの二重路バスがなぜここまで特別なのかその秘密から紐解いていきましょう。あ、そうそう、実はこの二重道バス、ただのバスじゃないんですよ。ちょっと上を見てください。ほら、屋根から電線が伸びていますよね。そうこれ、上海で最も歴史があるトロリーバス、つまり無軌道電車なんです。このウィーンというレトロなモーターの音がたまらなく旅情をそそりませんか？二重路バスのルートは上海の主要観光スポットにつながります。起点は上海の象徴ワイタンと南京東路、続けて高級デパートの南京西路、そして歴史の西安寺、最後終点は近代風景のグエン路、中山公園と大型商業施設流の夢となります。さて、改めて自己紹介をさせてください。僕は上海で生まれ育ち、現在は日本で暮らして十数年になります。いや、何度帰ってきてもこのバンド、つまりワイタンの景色だけは本当に特別ですね。目の前に広がる近代的な近未来の景色と、背後に並ぶ100年前から変わらないクラシックな洋館群、この新旧が混ざり合った景色こそが上海の代名詞ですよね。いつ来てもこの圧倒的なスケール感には息を飲んじゃいます。そしてワイタンから歩いてすぐの場所にあるのが上海一番の繁華街、南京東路です。ネオン看板がぎっしり並んでいて、まるでお祭り。なんとここは毎日が歩行者天国なんですよ。活気あふれる街のエネルギーがダイレクトに伝わってきます。はあ、でもさすがに歩き疲れちゃいました。このエリア広すぎて足がパンパンです。そんな時、ちょうど目の前に現れたのが、そう、今回の主役、二重のバスなんです。よし、ここからはこのバスに頼っちゃいましょう。でもね、実は今上海である寂しい変化が起きているんです。なんと市民の足だった路線バスの利用者が年々ものすごい勢いで減っているんですよ。みんな早くて正確な地下鉄ばかりに移動しちゃったんですよね。確かに地下鉄は便利です。でも地下鉄って A 地点から B 地点へただ移動するだけの箱だと思いませんか？窓の外は真っ暗で何も見えません。それって旅としてはちょっともったいないですよね。だからこそあえて今バスに乗ってほしいんです。なぜならバスの車窓から見る景色は移動そのものを最高の旅に変えてくれるから。ほら見えてきましたよ。あそこにあるのが今日乗る歴史の意気承認です。なんと驚くのはその安さです。上海のバスは最初に乗るときはたったの2元、日本円にしたら数十円ですよ。ハッピー。しかも同じ路線を乗り続けるだけなら、なんと追加は1元だけなんです。めちゃくちゃお得じゃないですか。実はこの二重バスが走るルートはただの道じゃないんです。上海で最も歴史がある超一等地のストリートを贅沢に駆け抜けていきます。ほら、窓の外を見てください。早速
最初の絶景が見えてきましたよ。さて、バスは上海屈指の繁華街南京に城へと入っていきます。ここから窓の外の景色が一気にガラリと変わりますよ。ほら、右手に見えてきたあの巨大な建物、なんだかわかりますか？なんと世界最大級の広さを誇るスターバックスリザーブロースタリーです。一歩中に足を踏み入れると、そこはもうコーヒーのテーマパーク。頭上を走るパイプをコーヒー豆が音を立てて流れていって、中央には巨大な銅製の焙煎カスクがそびえ立っています。いや、ここでされたての贅沢な一杯を味わいながら、窓の外を行き交う上海の街並みを眺める時間は本当に最高の一言。ただのカフェの枠を完全に超えた五感で楽しむ圧倒的な空間です。さらにその先には、まるで未来の船のようなアバンギャルドなルイ・ヴィトンのビルが窓をかすめていきます。ほら、見てください。まるで未来の世界からタイムスリップしてきた白い巨大な船のようにも見えるアバンギャルドなルイ・ヴィトンのビルです。いやー、クラシックな車内に揺られながら外の超近未来を見るこのギャップ、脳がバグりそうになります。そして最後に近未来ビルのすぐ裏手に隠された今上海で最も熱い最純スポットへご案内します。それがここ、歴史的建築を最新リノベーションしたチャンエンです。一歩路地にいると、19世紀末の伝統的な集合住宅スタイルであるセッコモの美しい赤レンガの街並みがどこまでも広がっています。驚くのはこのクラシックな伝統建築の中に、世界の名だたるハイブランドのブティックやモダンなカフェがこれでもかと融合していること。古いものを壊すのではなく、最先端の価値を吹き込んで新しく蘇らせる。この新旧の完璧なグラデーションを目の当たりにしたとき、あなたも上海という街の底知れないクリエイティブなエネルギーに絶対に感動するはずです。各スポットの詳細動画は後日順次公開予定です。どうぞお楽しみに。僕は普段日本に住んでいるからこそ、毎年帰るたびにこの上海の進化のスピードに本当に圧倒されるんです。でもどんなに街が近未来になっても、この100年続く二重バスだけは変わらないテンポで僕たちを運んでくれる。これこそが地下鉄では 100% 味わえない上海の二面性という最高の上昇なんですよね。さて、二重路バスはいよいよこのルート最大のハイライトへと差し掛かります。おや、前方に見えてきましたね。街の真ん中に突如として現れるあの黄金の輝き。なんとこれが三国時代から続く1700年以上の歴史を持つ厳かな寺院、清安寺です。超高層ビルに囲まれながら、ここだけ全く違う時間が流れているような息を飲む美しさですよね。でも本当の衝撃はここからなんです。ちょっと視線を元に向けてお寺のすぐ真ん前を見てください。と声を上げてしまうほど近未来的な大空感が広がっています。そう、これが204年に誕生したアジア最大級、世界でも2番目の規模を誇る超大型店、アップルストア西安です。実は伝統的な歴史と最先端のテックがわずか数十メートルという近さで完全に隣り合っているんですよ。もし地下鉄でビューンと通り過ぎてしまったら、この地上の異常なエネルギーには絶対に気づけません。バスのあのゆっくりとした速度だからこそ、過去、現代、
そして未来の交差点を肌で理解することができるんです。これが僕が皆さんにお伝えしたかった上海という街の底知れない魅力の正体です。下一站愚园路乌鲁木齐北路，请准。车辆进站，请注意安全。愚园路乌鲁木齐北路到的20路公交车方向中山公园万航渡路、野路公交处方向中山公園万航渡路。20路公交車。さて、二重ロバスの旅もいよいよ終盤です。窓の外はかつての疎開時代の面影を色濃く残すレトロでおしゃれな洋館が並ぶグエン路へと入っていきます。プラタナスの並木から漏れる木漏れ日が本当に綺麗ですよね。そしてついに終点の中山公園に到着しました。目の前には巨大な現代の象徴、大型商業施設の竜の夢がそびえ立っています。わずか数元の本当に贅沢な時間旅行でした。ここまで僕たちを運んでくれた重路バスがまた次の町へと走り去っていきます。こうして見送っていると、なんだか変わりゆく上海の激しい流れの中で大切な何かをこのバスが守り続けているような、そんな気がしてくるんです。皆さん、便利さや効率を追求して地下鉄でビューンと移動するのも確かに素晴らしいことです。でもたまには少しだけ速度を落としてバスの窓から街の呼吸を感じてみませんか？次の上海旅ではぜひ二重バスという秘密の特等席であなただけの物語を見つけてみてくださいね。さて、100年の歴史を巡るバスの旅いかがでしたでしょうか。ここでちょっと皆さんに聞いてみたいんです。皆さんは旅先での移動はガツガツ移動する効率派ですかそれとも景色を楽しむのんびり派ですか？ぜひコメント欄で教えてください。それと上海でおすすめのバスルートを知っている方がいたらそれも教えてもらえると嬉しいです。今回の動画が少しでもエモいなとか上海に行ってみたくなったなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録と高評価をポチッとお願いします。次回の動画では今回動画に出た観光スポットの詳細を徹底的に巡りますよ。どうぞお楽しみに。それではまた次の旅でお会いしましょう。